こんにちは、グリプトです。市場全体としては停滞気味ですけども、仮想通貨市場はトランプ大統領の大統領令署名ファンだから上昇傾向となっています。で、また測ったかのようにアルト方面でもポジティブなファンダ出てますんで、本日も細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日のポジネガファンダチャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万7400ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、中銀政策金利、米国指標がありました。で、中銀政策金利は事前予想通りの利下げとなってまして、他米指標は予想以下が目立ってドル安要因となっています。ドル円は 146.8 円台、米株指数は一時調整してるんですけども、その後反発して現状維持、ゴールドは上昇と未だリスクオフ傾向となっています。で、仮想通貨関連の話題では、トランプ大統領が今朝、退職金プラン 401K プランにデジタル資産を含める大統領令と仮想通貨業界に対する銀行側の不当な差別をなくすデバンキング阻止の大統領令に署名となっています。で、これは以前も取り上げましたけども、401K プランに関してはですね、米国民が給料から転引きして株式などに投資できる仕組みになってるんですけども、そこに今後は仮想通貨が選択できるようになるということで、新たな資金流入口として期待されています。あとデバンキング阻止に関しては、今まで米国の各規制当局が銀行に圧力かけて仮想通貨業界に口座を提供しないとか、差別をしていたものをですね、今後はなくす大統領令になってるんで、こちらも海外としてはポジティブなものになってますね。昨日の19時くらいから、これらの大統領令に署名する予定という情報が流れて、仮想通貨市場が全般強くなってましたけども、今朝署名完了となってまして、今は若干落ち着いている展開ですね。あと個別株の方では、ファンド出てるところもあるんですけど、関連株は若干弱い印象あります。で、サークルもマイナス 5.43% と、調整フェーズですし、マイニング株もマイナス推移。あと他ではアルトが強くなってるせいか、トレジャリーが全般強いですね。ストラテジーも400ドル回帰してますし、あとはシャープリンクゲーミングも上がってて、あとは同時のトレジャリー、ビットオリジンもプラス 28% と急反発してます。米株のトレジャリーですね、ここ最近沈む一方でしたけども、ここから反発できるのか注目ですね。あとは日本株の方ですね。昨日メタプラネット、堀田マルショーファンダー出て、もう厳しくなるんじゃないかなという話もしましたけど、なんと本日8時時点で PTS1000 円超えてます。ビットコインがね強いっていう影響もあると思いますけど、個人的にはねすごい意外です。まだ買い圧あるんだっていうね。本日もね開けてみないとわからないですけど、この週末1000円回帰できれば、風向きも変わりそうな気もします。こちらも本日の動きに注目ですね。で、あとはバクトが買収した堀田マルショーですね。昨日も買いが殺到して163円で、そして本日ももうすでに213円になってます。で、時価総額はちょうど100億円ほど。ただね、そのメタプラネットと比べるとまだ数十分の1なんで、まだね収まらなそうな気はします。視聴者の方で買った人いるんでしょうかね。こちらもどこまで伸びるのか注目です。あと昨日の ETF は現時点ではプラス 0.52 億ドル相当、前日は4日ぶりの流入となってます。香港はゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 3.12%、810億ドル相当。オーダーブックの状況としては、上は11万7700、下は11万2500あたりから目指す状況となっています。今後の指標としては、本日カナダの雇用統計、8月9日に中国の PPI、CPI、8月10日にオーストラリアの中銀政策金利、ILO 失業率、米 CPI、8月11日が日本市場の休場日となっています。ビットコインは11万7000ドルの攻防となっています。で、昨日、大統領令署名ファンダが出たタイミングで、11万9000の攻防に迎えるかというですね、メンバーシップでちょっと共有してましたけど、あと結果的には11万9000の抵抗に届く前に、署名完了してしまったんで、ここで折れてしまうのかが焦点になるのかなと思います。ただ、先物の OI も
増加してて、指標としても大きなものがないんで、個人的には週末強くなることに期待したいですね。で、この11万9000の抵抗を抜ければ、12万ドルの攻防が視野に入ってくると思います。本日週の最終日、どのように動くのか注目ですね。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テッサさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサですね。イーサの価格は現在3890ドル、BTC 建ては 0.0332、先物の方では大和全体でプラス 3.31%、513億ドル相当、ETF は現時点ではプラス 0.70 億ドル相当、香港はゼロとなっています。イーサ関連の話題では、イーサのデイリートランザクション数が174万件に到達しまして、過去最高更新となっています。で、要因としては、イーサのガス上限を4500万に引き上げたことや、あとはステープルや DeFi の需要が増加していることなどが挙げられていますね。昨日ですね、BTC 建てが時間足の転換的近辺で、もうすぐ上下の決着つきそうだという話しましたけど、今朝のファンダで再度上向きになりまして、0.033 到達となっています。もうほぼ上が優勢だと思うんで、次 0.035 の攻防が視野に入ってますけども、こちらも本日続進できるのか注目ですね。あとその他の動向では、テザーが取引所の Bit.me の株式を取得して3270万ドル相当の資金調達を主導していることや、あとはパクソスがニューヨークの金融規制当局 NYDFS と4850万ドルで和解。こちらはバイナンスが無認可で米国民に BUSD を提供していた件で、パクソスがバイナンスの規制遵守を十分に検証していなかったということで、罰金が求められてたんですけども、今回和解となっています。あとアルト方面では、リップル SEC 訴訟がついに終結となっています。で、この前はですね、両者が罰金を減額する和解案を提出してたんですけども、裁判所からはですね、和解する具体的な根拠がないと言われて却下されて、この訴訟いつ終わるんだみたいな展開になってましたけど、今回両者が控訴を取り下げて事実上の訴訟終結となっています。で、XRP の証券問題に関してはですね、2023年7月のトーレス判事の判決、流通市場での取引は証券に該当しないが、機関投資家への売却は証券に該当するというのが、最終判決とみなされてますね。で、この判決が今後ですね、他の RWA 関連で話題になった時に、基準として掘り起こされそうではあるんですけど、SEC の体制もですね、もう連日取り上げてる通り変わってきてるんで、アルト方面はもうほぼ安泰なのかなと思ってます。で、この訴訟終結ファンだから XRP もまた続進してますね。あと XRP 関連では、リップルがステーブル決済企業レイルを2億ドルで買収したというファンダもありまして、こちらはリップルのステーブル RLUSD の決済を拡大するための動きと見られています。で、あとはチェーンリンクがチェーンリンクリザーブを立ち上げ、初期段階で100万ドル以上のリンクを確保して、今後はオンチェーン、オフチェーン両方の収益からリンクを備蓄していくとのことです。トークンバイバック的な動きになってますね。チャート的には、あると全般強くなってますけども、XRP が先ほどの訴訟ファンダもあってですね、3.3 ドル、プラス 10% と強くなってます。7月末の高値近辺ですけども、また 3.6 ドルの攻防が視野に入ってますね。前回もこの近辺で、創設者ラーセンの売りが入ってましたけども、今回突破できるのか注目です。あとはリンクですね。こちらもプラス 10.8% と強くなってます。4時間足の抵抗あたりですね。次は20ドルの攻防が視野に入ってますけど、こちらも続進できるのか注目です。今日このとこですかね。タイミング合わせたかのように、続々と明るいファンダが出てますけど、もうさすがに夏枯れの話は出なそうですね。週末続進できるのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。